こんにちは、まいです。今回は無印良品のおすすめアイテムをご紹介します。10月24日から11月3日まで待ちに待った無印良品週間がやってきました。日用品のまとめ買いやちょっと高額なアイテムもお得に購入できる嬉しい期間です。今回はその中でも特におすすめのアイテムをピックアップしました。ぜひお買い物の参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。最初にご紹介するのはマチ付きダブルチャックフリーザーバッグです。シンプルなデザインとサイズごとに展開されるこのカラーリングが可愛くて、つい揃えたくなってしまう商品です。柄がないので中身が一目でわかり、すっきりした印象に収納することができます。丈夫で破れにくく、なのにお手頃価格なのも嬉しいポイントです。底待ち付きで自立しやすいので、冷蔵庫や冷凍庫で整理しやすく、小分け保存や下味冷凍にも大活躍してくれます。正直使うのがもったいないなと感じてしまうほど、とても気に入ってリピート買いしている商品です。ちなみにパスタやお米の保存にも使うことができます。さらに旅行や防災用品などの細々したものをまとめるにも便利で、食品以外にもいろいろなシーンで使えます。箱入りではないので収納場所を取らずにすっきりストックすることができます。次はポリプロピレン蛇腹ファイルです。中身の量によって幅を伸縮することができる自立型の蛇腹ファイルになっています。ファイルボックスにもすっきり収まるため、保管時はコンパクトに収納し、書類を使うときはガバッと広げて使うなんてこともできるため、とても便利です。ざっくり仕分けたいときは3ポケット、月ごとや学年ごとに整理したいときは6ポケットや12ポケットなど、用途に合わせて選ぶことができます。今回私は3ポケット、夫は6ポケットを購入しました。これまで書類整理は個別フォルダーをしきりに使っていたのですが、子どもの書類が増えてどうしても整理しきれない部分がありました。この蛇腹ファイルがしきりにぴったりはまってくれたおかげで、長らく気になっていた小さなモヤモヤを一つすっきり解消できました。次は蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナです。職場に持っていく冷凍弁当の容器として大活躍しています。多くの商品は電子レンジで温めるときに蓋を少しずらしたり空気穴を開けたりする手間が必要ですが、このフードコンテナは蓋を閉めたまま温めることができます。このひと手間が省けることは本当に画期的だと思いました。使い続けても変形することがなく、凹凸が少ないので洗いやすいのも魅力です。スポンジをねじ込んで洗う必要がなく、溝に汚れがたまる心配もありません。さらにスタッキング収納ができるので、我が家では6個持っていますが、場所を取らずにすっきり収納できます。
3個入りで199円とお手頃価格なので、まとめ買いしても負担にならず、日常使いにぴったりです。次は詰め替えパウチ用吊り下げノズルです。これは無印良品のシャンプー、コンディショナー、ボディーソープなど詰め替えパウチに直接取り付けて使える便利なノズルです。無印良品の詰め替えパウチはデザインがシンプルなので、そのまま吊るすだけで見た目もすっきりするのがお気に入りです。そしてこのノズルをつけるだけで詰め替える手間も詰め替え用のボトルも不要になります。絞り出さなくても最後まできれいに使い切ることができるので、とても爽快感があります。私はもう1年以上使い続けていますが、詰まったり壊れたりすることなく使えていて、とても快適です。1点だけ注意があって、液体の種類によってはノズルから数滴垂れることがあります。私の場合、ボディーソープは少し垂れることがありましたが、シャンプーやトリートメントは問題なく使えています。最近は今まで使ってきたボディーソープがリニューアルで吊るせない仕様になってしまったため、今は家族でこちらの全身泡シャンプーを使っています。洗い上がりがしっとりしていて、子供と一緒に使えるようになりました。次は薬用温感入浴剤です。毎日お風呂に浸かる習慣がある私たちですが、そのちょっとした楽しみがこの入浴剤です。この薬用温感入浴剤は何度リピートしたかわからないくらい愛用してきたものです。種類がいくつもあるので、毎回香りや色を変えながら楽しめて飽きが来ないのも魅力です。少し濁りがあるのも私たち好みで、よりリラックスできる気がします。そして最近は新商品のバスソルトも試してみました。こちらは濁りはなく、とにかく香りがとても良いです。冷え性の夫はバスソルトの方がポカポカする、寒い時期はこっちを使いたいということなので、普段は薬用温感入浴剤をメインに、冬場はバスソルトを我が家のお風呂時間のレパートリーに加えていこうと思っています。入浴剤容器はいろいろ使ってみましたが、なんだかんだ戻ってきてしまうのがこちらの入浴剤用詰め替えジャーです。シンプルで詰め替えもしやすく、やっぱり無印良品らしい使いやすさがあります。もともと入浴剤に付属されている紙スプーンはどうしても使いにくいので、代わりにステンレスコーヒースクープを購入してみました。短めの持ち手がちょうどよく、ジャーの中でも場所を取らずにスッと使えます。ステンレス製なので衛生面でも管理がしやすく、見た目も統一感があり、ごちゃごちゃしやすい洗面台下収納に置いてもすっきり整って見えるのが気に入っています。次はスマートフォンケースです。iPhone 14、15に対応していて、8種類のサイズ展開があります。手触りがとても滑らかで、サラサラとした質感をしています。
指紋がつきにくく汚れにくいマットな表面が特徴です。私たちが使っているのはダークグレーとオレンジ。他にもホワイトグレーが展開されていて、落ち着いた色味が揃っています。しかも購入時はちょうどセール価格になっていて、190円というお得なお値段で手に入れることができました。私は冒険心からオレンジを選んだのですが、 iPhone 本体のパープルと少し喧嘩してしまう印象。実際に使ってみて本体カラーと合わせる方が馴染んだなぁと感じながら使っています。次はイグサスリッパです。今回3年間使ってきたスリッパがボロボロになってしまったので、また新しく同じ商品に買い替えました。数年ごとに交換していて、気づけば7年以上愛用し続けているスリッパです。一年中快適に履けて蒸れにくく、まるで畳の上を歩いているような心地よさがあります。この履き心地の良さが今まで履き続けてきた一番の理由です。今まで試してきた他のスリッパだと、裏が黒ずんだりすり減ったりしてへたれてしまうのが早く、頻繁に買い替えをしなければなりませんでした。しかしこのイグサスリッパは3年履き続けても裏はこのように綺麗なままです。見た目がくたびれにくく、長く使い続けられるのも嬉しいポイントです。次は爪切りです。私たち夫婦は爪切りをそれぞれ個別に持っていますが、2人とも無印良品のスチール爪切り台をもう何年も愛用しています。切れ味がとても良く、軽い力でスッと切れるので、爪に余計な負担がかからないのが気に入っているポイントです。お風呂上がりに使えば爪が柔らかくなっているので、ヤスリを使わなくても引っかかることはありません。それ以外のタイミングでは少し引っかかることがあるので、ついている爪研ぎを使っています。しっかり角を取ってくれるので、この爪研ぎ部分も気に入っています。私は職業柄、爪をこまめに切る必要があるのですが、この爪切りはとても使いやすく、使い終わったら除菌シートで拭いて清潔に保ちながら大切に使い続けてきました。ちなみに最近、夫がスチール爪切りと間違えてステンレス爪切りを買っていました。パッと見同じように見えるのですが、並べてみると質感や爪研ぎ部分も少し異なっています。ただ切れ味はどちらも抜群で文句なしの商品でした。次はレトルトです。防災用の備蓄として無印良品のレトルト食品を常備しています。賞味期限が近くなったらお昼ご飯として食べることが多く、無印良品週間のタイミングでまとめ買いしながらストックを切らさないようにしています。まずは防災用備蓄におすすめなレトルトを3つご紹介します。1つ目はご飯にかけるコムタンです。一見おじやのような優しい味付けかと思いきや、ほんのり効いたニンニクの風味が食欲をそそります。優しさの中に少しパンチがある、疲れた日のご飯にもぴったりの一品です。2つ目はご飯にかけるサムゲタンです。生姜が効いてキクラゲの食感もよく、とろみがあるのでご飯ともよく合います。食欲がない時でも美味しく食べられそうな味わいで体も温まります。3つ目はご飯にかける八宝菜です。
人気だということで購入してみたところ、優しいんだけれどもしっかり味付けがされており、とっても美味しかったです。具材たっぷりでうずらの卵が2つも入っているのが嬉しいポイントです。次はちょっと楽したい時の日常のストックとしておすすめなのを2つご紹介します。こちらは素材を生かした豚骨と和風だしのクリーミースープカレーです。具材がゴロゴロしていて、特にヤングコーンとうずらの卵が入っているのが嬉しいポイントです。お出汁がしっかり効いていて、カレーというより濃厚なスープを楽しむ感覚で食べられます。少し辛いですが、とても好きな味でリピートしている商品です。もう一つがご飯にかけるごま味噌担々スープです。シャキシャキとしたたけのこの食感が楽しく、濃いめの味付けでご飯やうどんにかけても最後まで美味しく食べられます。今回初めて食べたのですが、辛いものが得意ではない私でも美味しく食べられるちょうどいい辛さです。種類が豊富でどれも美味しいものばかりなので、日常使いにはもちろん、もしもの備えとしても心強い無印良品のレトルト食品。常備しておくと安心感がぐっと高まります。次は備蓄おやつチョコ羊羹です。無印良品のチョコ羊羹は災害時の備蓄おやつとして誕生し、以降話題となり、なかなか店頭では買えないという噂があった商品です。ずっしりとした重みのある箱の中には5本のチョコ羊羹が入っています。手に取ると意外に小ぶりなサイズ感で、防災リュックに入れてもかさばらずに済みます。1本で172キロカロリーを摂取でき、未開封で最長4年6ヶ月保存が可能です。味は羊羹らしい食感ながら、濃厚なチョコの風味が口いっぱいに広がり、チョコテリーヌのような味わいです。備蓄用と聞くと味はそこそこだろうと思っていたのですが、これはまるでお高めのお菓子のような味わいでした。常備しておくだけで非常時の安心感にもつながり、また賞味期限が切れそうになったら日常のちょっとしたおやつにもぴったりな商品です。最後は住宅用消火器です。私たちの住んでいるアパートには消火器がなかったので、火事のリスクを減らすために購入しました。消火器といえば赤いものが一般的ですが、どうしても主張が強くて部屋に置くとなるとインテリアに合わない。かといって奥にしまい込んでしまってはいざという時にすぐ取り出せないのも不安でした。しかし無印良品の消火器はシンプルな白いデザインなので、キッチンの片隅に置いても悪目立ちせず、インテリアに自然に馴染んでくれます。サイズも大きすぎず重すぎず、もしもの時にさっと使える安心感があります。対象店舗では古い消火器を無償で引き取ってくれるサービスもあるため、買い替えの時もとても便利です。我が家では子供が触らないよう手の届かない廊下に置いています。まだ実際に使う場面はありませんが、もしもの時の安心感を暮らしに一つプラスできるアイテムです。はい、以上が無印良品のおすすめアイテムでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。思ったほど柔らかくはないな。ちゃんと食感はある。でもいい言い方するね。大きいお肉の塊が。人参は柔らかい。人参入ってるの？スープもいいね。スープっていうかソース。ソース。こっち食べてみていい？これが楽しみだったの。いただきます。これ好き。ピリ辛。ちょっと辛い。なんかタケノコの食感もすごいさ、シャキシャキしてドロッとしたスープ、サラサラっていうかさ、おうどんとかにも絡みそうな。辛いの苦手だけどいける、この辛さは。第2回試食会いただきます。いただきます。うずらの卵2個入ってる。でも見た目はめっちゃいい。いい。これは備蓄にいいね。これはいい。なんか味も結構しっかりついてる。じゃあこっち。レンコンとお肉がゴロゴロ。飲めるカレー。もうほとんどカレーではない。そうだね。辛みはほぼない。匂いはすごいカレーだけど、隠し味なのか。なんか味噌って言われればそうなのかな。レンコン柔らかい。すごい。すごくない？じゃがいもぐらい柔らかい。レンコン柔らかい、すごい。こんな柔らかくできんだ、レンコン。ね。辛くない。全然俺は入っててもありだ。備蓄と品として。第3回実食いただきます。いただきます。コムタン。優しい。優しい味。味が薄いじゃないんだよね。マイルドな感じ。そう。別に味がないとかじゃない。そう、味はなんかしっかりある。食レポの語彙がなさすぎて、なんていう表現するのかどうかな。ニンニクも入ってるんだって。ニンニクごま油の風味を効かせたスープ。なんか優しい牛丼って感じ。これキムチになりそうだ。これ災害にはめっちゃいい。なんかホッとする味。グリーンカレーってあんまり食べたことないからな。グリーンカレーってさ、私食わず嫌いだったのずっと。でも親が作ってくれてすっごい美味しかったの。これね、グリーンカレー辛いのと辛くないのがあるの。でこれ辛くない方なの。辛い方が好きかも私。いただきます。家で食べるルーローハンとちょっと違う。本場なのかな。すごいかな。あさりがすごい入ってる。辛いです。辛い？辛いです。辛くないって言おうとしたの。好きな人は好きなんじゃないかな。こういう魚介系の出汁が効いてる感じ。卵入れたらマイルドになるのかな。卵が合いそう。試食会の動画を撮ったんですがカメラが回ってなかった。